YouTube には今までなかったフードチャンネルっていうのを作ろうってね、夏にこう電話夜中にね深夜テンションで電話してから3ヶ月ほど準備期間かかっちゃいましたが、ついにそうやっとね第1話を迎えることができました。はい、今回の結局どれ推しでは900円と3000円となんと1万円のねラーメンを食べ比べて推しの一品を決めたいと思ってます。1万円のラーメンなんてねもうクレイジーだと思うんですがそう、なかなか普通じゃ僕たちも入ることができないレストランの裏側だったり、調理シーンとかですねっていうのをこういう綺麗な映像で本格的にお届けするのは、僕たちしかチャンネルしかないと思うので、ね、ぜひ皆さん最後までご覧ください。ということで早速1店舗目に行こうと思ってるんだけど、なんとねなかなかすごいとこね。アポ取れちゃったよね。日本のラーメンブームの火付け役となった、来来軒さんっていうお店にちょっとアポが取れちゃったので行ってみたいと思います。では行ってみましょう。来来軒さんはどういったラーメン屋さんとして知られていたお店なの？当時、ラーメン屋さん、そのラーメン専門店っていうのがなくて、中華料理の一つとしてラーメンがあった状態で、ラーメン専門店としてラーメンのブームを作ったのが来来軒ということで。じゃあ本日食べさせていただけるのはどういったラーメンになるんでしょうか？一応麺の方が当時使ってた粉自体がもともとうどん用の粉なので、一般的に言われてるラーメンの麺のコシっていうものがまた違う形なんですよね。もっとコシがあるか？いや、コシがないんです実は。はい、まず鶏ガラと、豚の背骨を一緒に炊き始めて、その中に名古屋コーチンの丸鶏を入れてまして、で、鶏の香りが強く出るようにして煮干しも入れて、あそこにぶら下がってるんですけど、吊るし窯で、肉を焼いて、で当時使われてたメンマもそのまま、はい、メンマ好きの方はいるなんかいろいろメンマっていう状態で食べてるのであれなんですけど、乾燥なのか水煮なのかで調理工程が全く違うので、結構それも手間をかけて作ってるものです。では、いただきます。実食だ。上がった口角がもう降りないですね。なんか確かにただの醤油じゃなくて鶏の味がね、わかる。なんかお肉の味がある。で、麺確かにコシなんかあるのに程よく柔らかくてなんか歯切れのいい感じ。あ、確かに歯切れいい。チャーシューいただいちゃいます。優勝。優勝？ちょっと俺食べちゃう。好きじゃないのチャーシ好き。ュー。そのなんつうの2種類あるじゃないチャーシュー。あるある。結構角煮っぽい脂身多めのとこうサクッといけるような。俺はねこっちのチャーシューの方が好きなのよ。ちょうどいいですよね。またこのメンマもね、乾燥メンマをそう、メンマ美味しい。メンマ好きとして1週間ぐらいかけて戻す。たまらない。あ、美味しい。これはうまいぞ。いただきます。あれもう今来たわ、煮干しが。今煮干し来た。押し寄せてきた。そうで、さっきまでちょっと肉の感じをすごい結構感じてたけど、今麺一気に吸ったらなんかすごい煮干しの感じで、煮干し入れてるって。そう美味しい。ではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。さっきのラーメン、醤油ラーメン、来来軒さん、そうめちゃくちゃ美味しかったよね。すごい美味しかった。王道の醤油ラーメンだけど、やっぱりその伝統あるね、このこだわりがたくさん詰まってる感じで、そうすごい美味しかったよね。ただ、今回この服装をね見ても分かるようにちょっとね、そう違う場所に来ちゃったわけですね。今回は値段が約3倍ほどの高級ホテルさんのレストランに来てしまいました。なんとで、何をいただくんですか？伝統あるパーコー麺という一品をちょっといただこうかと思ってるんだけども、もう
ワクワクしてそう今日本当に食べたくて取材なんですけど本当に食べたくて朝飯抜いてきてましたなのでちょっと今回は、はい行ってみましょう。行ってみましょう。シェフをしております中村と申します。ザ・キャピトルホテル東急の中にございますオールデイダイニング折り紙というレストランになります。ではこちらのお店のコンセプトについて伺ってもいいですか？こちらのお店はですね、和モダンを意識して作っております。国際的に有名な建築家の、隈研吾氏によるデザインで昼夜の表情を変えつつも都会の喧騒から離れた非日常感を味わえるようになっております。では本日はどういった料理をいただけるんでしょうか？本日はパーコー麺の方をお召し上がりいただきます。鶏ガラと豚ガラでだいたい7時間ほど煮込んで、あと辛だれといってそのブイヨンスープと合わせる辛だれを作る工程が一つ。パーコのお肉は基本的には豚のロースを少し厚切りにしてだいたい 1,2 時間つける。でそれを今度は片栗粉につけて油で揚げるということになりますね。でそれをですね伸びにくい麺で召し上がっていただくことと、あとは青ネギと白ネギ、あと唐辛子とラー油をサイドにつけております。ホテルで、ラーメンということですので、お皿であったりお皿の下のソーサーであったり付け合わせのお皿であったり全て作り込んでお出ししているというか形になります。もう一つの作品としてそうですねお客さんの前に出されているということですよね。ではとうとう食べる時が参りました。もうお腹が空いてもうダメだ、待ちきれない。うわおーちょっと2段階きた。本当に？醤油を感じて、その後にさっきのお出汁の香りがすごいふわっと広がって、こんなのにね箸が入ってるっていうのがまた一味違いますね。美味しい。いやよく絡むわ。めちゃくちゃ美味しいこれ。片栗粉がやっぱなんかトロトロしてて、すごく合ってて美味しい。スープの味がちゃんとね染み込んで。衣にそう。なるほど。美味しい。また分厚さもねすごい好きよ。厚すぎず薄すぎず、ね。そう食べ応えしっかりあるけど、こう決して厚すぎない程よい感じで。わかる。すごい食べやすい。味変します僕。確かに。またここのね自分で追加していくっていうのもね、いい。また一つポイントなんだけど。結構量があるから自分のね好きな量を入れれますねこれは。もう美味しい。もう美味しい。ネギやばいよ。ネギめちゃくちゃ美味しいよ。ちょっとごめん、俺先にラー油いっちゃうわ。申し訳ない。うまっ。美味しい。マジ。よくいただきます。今のファーストインプレッションを一単語で表すとしたら何ですか？揚げ物が乗ってて油も結構浮いてるんだけど、このラーメンをすすった時に一緒にスープが入ってきて、でもあっさりしてる。ちょっと一人で楽しんでるじゃん。ねえ。いや折り紙さんのパーコー麺、味はもちろん美味しかったんだけど、なんかもうあそこに座ってなんか友達と食べてるだけで結構俺は満足感でなるほどなるほど。3500円でも全然払っちゃうなと個人的には思ってます。確かにね、3500円のそのネギ目のところにやっぱ理由があるなっていうのは感じましたね。そうさあということで今回ちょっと様子が変わって赤坂のオフィス街かなにやってきました。今回は松虎さんというお店で11000円のラーメン食べたいと思います。笑っちゃうよね、改めて笑っちゃう、そうだね。どこにその11000円の理由があるのかっていうところもちょっと注目しつつそうですね。味わっていきたいと思います。行きましょう。行きましょう。赤坂松虎の、店長をしております小林と申します。一人で楽しめるようなしゃぶしゃぶラーメンをやりたくてオープンした形です。お店のこのコンセプトみたいなところはどういうところを大事にされてらっしゃるんですか？一人の落ち着く空間でできるプチ贅沢っていうコンセプトで、もうそんなに高くなく松阪牛を楽しめるっていう結構重点的に置いてますね。
本日はどういった料理をいただけるんでしょうか。本日は、いにしえの大石牛という大石牛ラーメン、年間10頭しか出回ってない10頭です。そうですね、いにしえの牛がいまして、はい。そちらが乗ったラーメンをうわ。提供させていただきたいなと。本当に大石のお肉って16度以上で溶けてしまうお肉なので、もうラーメンのスープぐらい熱いものに入れてしまうとどんどんちっちゃくなっていっちゃうんですよ。なので早く食べたい早く食べたい心の底でずっと叫んでるんですけど、だしの方にも結構力入れてまして、でも本当に醤油とか塩とか全然入れてなくて、だしの濃さと 5% の調味料、ほぼだしですね。いただきます。ちょっと肉すぐいかないと。そうそう、すぐ変色しちゃうということなので。これはすごい。うん。少し程度にして。もうなんかよく油が溶けるとか言うじゃない。なんかその概念が変わった。本当に滑らかな。トリュフ塩でちょっと。もう。あと俺正直あんまり脂身得意じゃない。あもう全然いける。旨味としてこれは感じられる。本当に美味しいし、この塩もまたね、このしょっぱさがこのお肉のね、はいはいはい。旨味をすごい引き出してくれる感じで、いや最高だわ。ちょっと待って、もうラーメンであることを忘れてる。確かに確かあ、美味しい。俺これ好きだわ。やっぱちょっと自分正直まだ若いからラーメンといえばみたいなところでさ、その味噌だったり、ちょっと二郎系とか濃いのをイメージしちゃうけど、こういうのいいな。美味しい。いやなかなか食べれないですよこんなの。一応しゃぶしゃぶでも使えるんですけど、はい。 4種の塩のだし塩がありまして、はい。ラーメン自体の味変が楽しめる。なるほど。はいちょっとやりたいですね。それはぜひ。一番おすすめはありますか。マダイですね。いや、ハゴ好きなんですよ僕。ちょっとマダイの出汁でいただきます。あ、いやもう香りが違いますね。うわ、キノコがやっぱり強い味だったんですけど、魚介の風味が一気にきて全然違うスープになりましたね。ではごちそうさまでした。いやうまかったな。いや美味しかった。まあ正解でしたね。ここのお店選んどいて。じゃあ3店舗今まで行ってきたけど、ちょっと振り返って、結局ユースケはどれ推しですか？これは折り紙。折り紙2店舗目ね。2店舗目のホテルに入ってた折り紙さん。折り紙さんはやっぱり雰囲気が良くて、だだっ広い感じで、その食べる美味しいご飯が食べれるっていうのが、そう結構ね俺は魅力的。ルームサービスで食べれるって確かに言ってたね。そうあれ部屋に来たらもうあ満々。そこかな。夏はどれ推し？俺はそうだな、どこも良かったけどちょっと最後の松虎さんかもしれない。おお。やっぱその1万1000円の理由にやっぱ結構そこの大石牛が一番の推しポイントであったと思うんだけど、もちろんそれも美味しかったんだけど、結構ねそもそものそのベースのスープとかの味がすごい好みで、カツオの一番だし使ってきのこの旨味も出てっていう、あれ結構好きな味だったなっていうので、ちょっと推しは松虎さん。松虎さん。じゃあ北川カメラマンは？僕はですね、なんだろうな、気軽に行けるっていう要素も入れるとやっぱちょっと来々圏が入ってくるかなっていうところがあるんですけど、またラーメン博物館の中にあるっていうのも楽しくていいよね。そうそう、他の店舗も楽しめるっていうのもあるし、結構いろんな要素が含まれちゃってるけど、結構来々圏も押せるかなっていう。まあ三者三様で、それぞれね価格帯違う中にもこだわりとか美味しさとか良さがあるっていうことが分かりましたね。じゃあまあ皆さんこういった形で一つの料理に対して3つの価格帯で今後も比較していきますので、ぜひチャンネル登録してFuture Videos 未来の動画をお楽しみにしてください。では次回までさよなら。さよなら。